チャンネルです。今日はですね、自衛隊の、音楽隊をちょっと話そうと思ったんですけども、陸海空、それぞれに、音楽隊がいるんですけれども、かなりの数になりますので、今日はね、海上自衛隊の音楽隊にちょっと的を絞ってお話ししていきたいと思います。海上自衛隊にはですね、防衛大臣直轄の音楽隊として東京音楽隊っていうのがあります。これがいわゆる海上自衛隊の中心となる音楽隊ですね。場所はですね、東急田園都市線の用賀駅からですね、住宅街を、そうですね、15分から20分ぐらい抜けていったところにありますですね、本当に自然豊かな、ちょっと森があったりするような場所で、そこにね、庁舎があります。で実はですね、ちょっと裏話がありまして、このね、東京音楽隊の庁舎、実はですね、太陽にほえろの、七曲署の建物として実は使われてたんです。で、今はですね、ちょっと取り壊してしまって新しい建物になっているので、当時の面影はちょっとないんですけれども、そんなね、ちょっと、逸話があったりします。その他ですね、海上自衛隊にはですね、北から大湊地方隊、横須賀地方隊、呉地方隊、舞鶴地方隊、佐世保地方隊と5つの地方隊がありまして、ということで、海上自衛隊にはですね、東京音楽隊プラスこの5つの音楽隊で、合計6つの音楽隊があります。で実はですね、これに、もう一つプラスアルファとしてですね、臨時編成なんですけれども、練習艦隊音楽隊という部隊があります。これはですね、海上自衛隊がですね、毎年初任幹部、幹部構成学校を出てですね、3等海尉の階級章をつけた、もう本当に新米幹部の教育で、遠洋練習航海っていうのを実施してるんですけれども、これにですね、音楽隊も必ず乗っていきます。でそれがですね、練習艦隊音楽隊になるんですけれども、これはもう各音楽隊を、寄せ集めたですね、演奏のエキスパートを海外についていくんですね。というのは、練習艦隊っていうのはですね、各国を回ってですね、それぞれ各国の国歌を演奏するとかね、そういった重要な任務も与えられているものですからですね、やはりプロ中のプロ、選ばれた人間が、こちらに行くことになっています。ということで、6個の音楽隊プラス、1という考えでいてください。海上自衛隊では、音楽隊に求める3つの演奏というのがあります。でそれがですね、1つがですね、隊員の士気高揚のための演奏、もう1つが儀式における演奏、そしてもう1つが広報のための演奏になってますね。特にですね、海上自衛隊ではですね、やっぱりね、儀式における演奏っていうのがかなり重きを置いてますね。例えば、幹部構成学校を卒業して、先ほどのその遠洋練習航海に行く前にですね、学校の、正門からですね、船に乗っていく、そこのちょっと別れのシーンで蛍の光を演奏したりとか、あとは長期航海に行く前にですね、軍艦を流したりとかですね、そういった意味で、隊員の士気を高揚したり、儀式として重要なことをしています。で、広報のための演奏っていうのは、我々が、たまに見ることができますですね、定期演奏会とか、あとは、毎年秋にやっている自衛隊の音楽祭り、こういったところに出演することによって自衛隊を PR するために演奏するというのがこの広報のための演奏になります。この3つの演奏が、求められてるんですね。でその音楽祭りなんですけどもですね、実は、陸上自衛隊という総合カルテ演習に匹敵するぐらいですね、かなり高倍率なチケットでして、なかなか行けないんですよね。だからね、ぜひ皆さんに行ってほしいんですけども、ちょっとその雰囲気だけでもですね、ちょっと見ていただきたいと思います。どうぞ。東京音楽隊による演奏、指揮は副長石塚隆三等大佐。広報のための演奏にはですね、災害派遣で、避難所に集まった方々にですね、慰問演奏というのも実はこれに含まれております。以前からやっていたものではあるんですけれども、特に東日本大震災の時にですね、各避難所を陸海空音楽隊が回って、慰問演奏したことっていうのは割と評判がよく、
でかつ被災者の方々が感謝されたっていうのもありまして、もうそれ以降、災害派遣イコール音楽隊の派遣っていうのもワンセットになってるっていうのも、一つ注目しておきたいところですね。舞台として一番規模が大きいのが、東京音楽隊になります。約50人で、構成されております。で、地方隊、各地方音楽隊に関しては約40人となっております。でですね、東京音楽隊はですね、音楽科、総務科、そして教育科という3つの科で構成されております。で、音楽科というのが全て演奏者で構成されております。そして総務課っていうのが文字通りですね、舞台の総務的なことですね、文章の作成とか会計業務とかそういったことを行うんですね。で、これはですね、その特別に、そういった防衛省の、事務官とか、例えば食事を作る給養員とか、あとは運転をするドライバーとかっていうのは東京音楽隊には音楽演奏者の他にいて、で彼らが、総務課に所属しております。で、地方音楽隊に関してはですね、音楽科、総務課のこの2つで構成されているんですけれども、ただ、東京音楽隊のようにですね、人員は豊富ではなくですね、実は、音楽奏者40人の中にはですね、総務課と兼務している人も結構います。ですから例えば遠征の時にですね、楽器なんかを運ぶ大型トラックを運転するのは実は、音楽隊の、演奏者が、当番で運転をしたりとかですね、これはですね民間のオーケストラ団体ではまずありえないんですけれども、これはね海上自衛隊の音楽隊陸海空音楽隊全部なんですけども、特に海上自衛隊に関しては地方隊音楽隊はそういった兼務になっているところも一つの特徴になっています。で、東京音楽隊だけ、教育科っていうのがあるんですけれども、この教育科っていうのは何かっていうとですね、当然音楽教育っていうのは当たり前なんですけれども、それにプラスですね、海上自衛官としての基礎的なことを学ばせるのもこの教育科が行ってるんですね。ですから、東京音楽隊長っていうのは、言うなれば、術科学校長みたいな役割も果たしてます。で、この東京音楽隊の、教育科には各地方音楽隊の、若い人も入ってきたりして、ここで学ぶスタイルをとってます。あとはですね、海上自衛隊の音楽隊としてはですね、ならではなのが護衛艦の上、甲板の上で演奏するっていうのもあるんですね。これはね、やっぱりね、陸自とか空自の音楽隊はあんまり経験しないんです。何を経験しないか、地面が揺れる中での演奏なんですよ。でね、護衛艦に限らず、船乗った方ならご経験あると思うんですけど、甲板の上でまっすぐ立つのって結構大変じゃないですか。だって波がありますしね、船は当然そのまま進んでるわけですから、船の揺れもある。そんな中でね、演奏しなきゃいけないっていうのもあるんですね。あとですね、このように護衛艦の上で演奏するってことは、割と天気の悪い時にも演奏することがあるんです。で、僕も何度か見たんですけども、もうほぼ豪雨の中、雨に打たれながらかじかむ手で演奏してるんで、僕も何度も見たことがあってですね、で実際の音楽隊員の方にですね、なんか大変なことありますかって言って、やはりそれあげます。まず揺れる船の上での演奏、それからもう法天時の演奏でも、海上自衛隊の音楽隊の中にはさっき言いましたけど、儀式としての演奏っていうのがありますんで、必ず儀式にはこの演奏がなきゃいけないっていうことで、どんな過酷な状況でもですね、必ず彼らは演奏してる。なかなかちょっと過酷ですよね。ではどうやったら音楽隊員になれるか、これね、皆さんもちょっと、気になっているところだと思います。実はですね、音楽隊は、入隊してから、音楽隊に行きたいという道はないことはないそうなんですが、ほぼこれはありえないというか、かなり少ない、方法なんですね。一番多いのがですね、実はもう今まで、音楽を高校大学とやってきた方を、取り入れている、方法なんですね。じゃあどういうふうにしてるかっていうと、舞台説明会というのを音楽隊は実施してます。これはどういうことかっていうと、実はね、音楽隊員は楽器に欠員が出た時にその楽器の担当者を募集するんです。ですから通年で全ての楽器を募集してるわけではないんです。例えば、来年ホルンがいなくなるとか、トランペットをもうちょっと人数を増やしたいとかいった時はトランペットの、演奏者を募集しますみたいな形で、学校とか高校とか、大学にですね、募集をかけるような感じですね。で、この、舞台説明会っていうのが言うなればオーディションです。通常の就職説明会のような説明にプラスして、楽器を吹いてください、演奏してくださいというふうに、課題を与えられます。でこれで、実際に演奏してみたりとかしてですね、その技術がですね、音楽隊に入って
十分に活躍できるものであるのかっていうのをこの舞台説明会で見定めます。ただ、自衛隊は公務員なので音楽の演奏ができるからはい即採用とはなりません。自衛官採用試験を受けます。でこれはね他の自衛隊と一緒で例えば海上自衛隊であるならば、船乗りになりたい、航空機のパイロットになりたいと同じように音楽隊になりたいとして一緒に試験を受けなければなりません。そこで合格しなければ演奏が上手くても海上自衛隊に入れない以上海上自衛隊の音楽隊になれないというなかなかちょっとシビアなところがあります。でここで合格すると、やっと音楽隊になれるのかというと実はそうじゃないんです。普通の一般の隊員と一緒でですね、練習員としての教育を受けます。いわゆる新隊員教育ですね。ですからねちょっとね多くの音楽隊員がほとんど文化的な、文化系で来てるわけですからやっぱ面食らうみたいです。やはり集団生活、それから駆け足とかですね、そういった今まで割とその音楽の演奏者としてはですね避けてたっていうあれですけどやっぱり不得意とする方が多いらしいんですよ。やはりそういった運動系でもやはり、海上自衛隊である以上一定のその運動の技術が求められるわけですからで当然集団生活をするわけですからそういったことをしっかり学ぶ、これを、経験しないとですねまず海上自衛官になれないし海上自衛官にならなければ音楽隊になれないという流れになっています。ですから、この中にはですね射撃訓練も含まれています。もう音楽隊になったら射撃訓練なんて関係ないんじゃないのなんて思うんですけどももう基礎として自衛官の基礎として、必ず、この、見習い期間にですね射撃訓練を実施します。で、人によってはですね護衛艦に乗る人もいます。このように、舞台説明会に参加してですね音楽隊になっていくわけですけども実はね海上自衛隊の音楽隊はですね、陸空に先駆けて、声楽家、ボーカリストを採用したことで注目を集めました。そのね、第1弾となったのが、三宅ゆかりさんですね。はい、彼女はですね、ボーカリストとして採用された初の、女性自衛官になります。彼女の経歴はですね日大の芸術学部の音楽学科を出ております。でそこでですね彼女はもともとミュージカル女優を目指していたそうです。で、そこで4年間ミュージカルとしてですね、ミュージカル女優として音楽の基礎を学びました。ですが、その、就職試験も実は受けまして、どうやらですね伊勢丹の美容部員の採用を取ったという話を私本人から聞きました。ですがやはり音楽の夢は捨てきれないということで彼女はその、舞台説明会に参加しました。そして実際歌を歌ったそうです。で、その場でもう海上自衛隊来れるっていうぐらい結構もう突っ込んだ話をされたそうです。で彼女もさっき説明したように、自衛隊の採用試験を受けまして、合格して、練習員としての、訓練も受けて、そして、東京音楽隊を経て、現在はね横須賀音楽隊にいるんですけれども、こういうふうに音楽を、畑を歩んでいきました。で現在は、海上自衛隊だけでもですね三宅さんの他にも今、ボーカリストもおりますし陸自と空自もボーカリストを取ってですねちょうど陸海空、女性のボーカルが揃っているところですね。音楽隊の演奏、皆さんも実はね結構身近で行く機会あります。今はちょっとコロナ禍の中でですねほとんどのコンサートが中止になっちゃってるんですけれども、各地方隊の音楽隊は音楽演奏会っていうのを定期的にやっておりますし一番は音楽祭りとして陸海空音楽隊が勢ぞろいするですね巨大な音楽祭りがあります。そういったところでですねやはり目を引かれるのはですねきらびやかな演奏服ですね。制服をモチーフにしてるんですけどもやっぱり制服の凛々しさもありつつ、演奏服としての優雅さも持っているですねかなりそのきらびやかな、服装をしておりますのでそこにも注目してほしいと思います。で基本的にですね音楽隊長が指揮者を務めます。東京音楽隊は、二等海佐の階級の幹部がですね音楽隊長を務めております。で各地方音楽隊に関しては、大体3佐から1位の階級の幹部が、指揮者を務めております。で彼らはですね基本的には最初は、演奏者として採用されているケースが多くてですね、それこそ海曹と上がっていくわけですね。でそんな中で幹部に、なるんですけども、他のこれもですね部内選抜試験を受けて、それで、まずですね幹部候補生学校に行きます。で幹部候補生学校で、初級幹部としての、教育を学びます。そこではですねまたですねせっかく演奏者になったんですけどまたカッターとかですねまた集団生活射撃訓練なんかもやります。で、海上自衛隊ならではなんですけれども、遠洋練習航海にも行くことになってます。
ですから僕もね、何人かの指揮者の方にお話聞いたんですけど、いや、船に乗っていきなり操艦やれって言われても全くやったこともないけれども、でもやっぱり海上自衛隊の幹部としては護衛艦も動かせなきゃいけないっていうことで全部やるそうです。それこそ、そういった操艦ですよね。からですね、あとは射撃に関すること、大砲を撃つとかですね、そういうことをやったりとか、あとは機関化、エンジンの、動かし方、修理の仕方、こういったことを、学ばなきゃいけないっていうのは、これもまた海上自衛隊の音楽隊ならではかもしれません。はい、どうですか、海上自衛隊の音楽隊、ちょっと興味持っていただけましたでしょうか。僕もね、やっぱりね、海上自衛隊音楽隊としてやっぱりこうグッとくるのがやっぱり軍艦マーチ、出港よーいって、号令の後にですね、軍艦が流れてくるとちょっとゾワゾワっとするんですけれども、そういった意味でですね、海上自衛隊音楽隊、皆さんもぜひ注目してほしいと思います。そんな中でやっぱりちょっと私も今日の話の中で出てきましたけれども、自衛隊初、もうね、陸海空自衛隊音楽隊初のボーカリストとなりました三宅ゆかり3曹の歌をですね、ちょっと聴いてもらいながら今日はこれで、お別れしたいと思います。それではまた登録よろしくお願いします。大谷荘と三宅三荘はそれぞれピアノ、そして歌を専門とする海上自衛隊音楽隊初の隊員として全国各地で活動しております。さて、多くの方々の尊い命が奪われた未曾有の大震災から2年と4ヶ月が経過しました。復興が進む中、今もなお多くの人々が苦しい生活を余儀なくされています。私は2年前の震災後の災害派遣で国東という船に入浴支援のために乗り組み、ここ大島にも上陸しました。その時船に来てお風呂に入ったという方も何人かいらっしゃるのではないでしょうか。初めて上陸した被災地だったこの大島で陸に上がったままの大きな船や積み上げられた瓦礫を見て、震災を体験するとともに自分に何かできることはないのかと強く感じました。あれから2年以上が経ってしまいましたが、音楽隊員としてここ大島に戻ってこれたこと、そして皆様の前で演奏できることを本当に嬉しく思います。祈りプレイヤーは被災者の方々への応援歌として海上自衛隊音楽隊長の川辺和彦が作曲しました。一度心に負った傷は時間が経過しても決して忘れ去ることはできませんが、悲しみをいつか乗り越え希望がよみがえり明るい未来が来ることを願ってお送りします。祈りプレイヤー。
いつも